今回は全然有名じゃないけど普通に面白い共産圏のエピソードを紹介していきます。エピソードはちゃんとした本から引っ張ってきてるので、後世の人々が面白半分で作ったジョークとかではないはずです。というわけで最初のエピソードはこちら。ブレジネフ説教おじさん。ソ連の傀儡国の分際でブレジネフに公爵された結果、最高指導者の地位を追われるおじさんの話です。背景説明は過去動画でやってるのでそれを流します。やっぱある程度物があって国民が満足せんとあかんみたいやね。そして今は楽には物不足を解決する術がない。積んだ。とも笑えない冗談はさておき、こんな限界集落ですが実はまだ救いがありまして、さっき出てきたソ連最高指導者のフルシチョフって人いるじゃないですか。あの人スターリンアンチだし、我々も以前と比べてある程度自由に動けそうなんですよ。なので企業の実勢を尊重する新たなシステム構築します。名付けて、ノイエスエコノミスシステム。日本語で言うと神経済システム。今まで国に回収されていた企業の利益は神経済システムのおかげで企業が自由に利益を割り当てることができるようになったのだ。今まで政府はクソみたいに不法領にドバドバ投資してた資金が生産性向上に使われるようになったから経済も成長してきてるぞ。1960年代の東ドイツ黄金期を支えた神経済システムの説明だったな。問題はここから、1964年、ブレジネフは東ドイツを訪問し、ウルブリヒトと会談しました。当時はまだブレジネフは最高指導者になってないものの、同年10月にはフルシチョフを蹴落として最高指導者に就任するので、地位は結構高い状況でした。ウルブリヒトから見れば、当時のブレジネフは親会社の役員みたいな感じだったのか。ウルブリヒトはそんなお偉いさんを二人きりの密室に押し込みます。密室に男二人。何も起きないはずがなく、当然そんな展開にはならず、ウルブリヒトによる説教が始まりました。こちらでは全てが順調だが君たちのところでは全てがダメだね。ソ連も神経済システムを導入すべきだ。だってこんなにうまくいってるんだぜ。そもそも年長者で経験ある俺のありがたいアドバイス聞き入れないとかありえない話。どう統治すべきか具体的に話そうか。こんな感じで一方的に自分の政策の優位性を語り続けました。ブレジネフは熱くて汗をかいていたけどお構いなし。ひどいな。この説教をはじめ、こういったウルブリヒトの傲慢な態度は失脚の一因なのではと言われています。その証拠に、今の説教のエピソードというのは1970年にブレジネフがホーネッカーに個人的に語った話から引っ張ってきてるんですよね。ホーネッカーは後にウルブリヒトを失脚させて最高指導者になる男だな。となるとお互いウルブリヒトを疎ましく思ってるわけだから、陰口のような感じで話したのかもしれないね。実際には対日ドイツ政策をめぐるいざこざとか、そういう面倒くさい理由もあるんですが今回は割愛します。まあともかく、傲慢クソン説教おじさんの話はこれで終わり。高齢のせいもあるかもしれないけど、ブレジネフに説教できる度胸はすごいと思ったぜ。続いてのエピソードは、説得力ゼロの愛の告白。この話は、シュタージ長官がテレビ中継されてる人民議会の中で、しかし、私は皆さんを愛していますよ、と演説して嘲笑されたという話です。1989年11月13日の人民議会。この日の人民議会の議題自体も結構歴史的なものだったんですが、ともかく、この場で国家保安省大臣エリッキ・ミールケは自身の今までの行いについて弁明していました。この時に、本来社会主義者同士で使う、同志、という呼びかけをしたんです。でも人民議会にいるのは社会主義者だけではなく、しかもその非社会主義者たちももはや赤の犬ではありませんでした。11月13日ってもうすでにベルリンの壁も崩壊してるしな。時代は確実に変わってたんだぜ。というわけで社会主義者じゃない人々から、議場には、同志、ばかりではないのですよ、と言われてしまいます。そしてミールケ大臣はこう返しました。些細な形式的なことではありますが、お詫びします。しかし、私は皆さんを愛していますよ。キュンキュンしちゃう。どう考えても保身のための発言だろ。好きな人をずっと目で追いかけちゃうことあるし、そう考えるとある意味説得力あると言えないか？シュタージは愛する人相手にやるわけないことたくさんやってるんだよ。例えばシュタージ本部の取り調べ室って、刑事ドラマで見るような無機質な作りしてないんだよね。むしろ日常でよく見るありふれた光景を模して作られてるんだ。なんでだと思う？犯人をリラックスさせて自白を引き出すため？それもある。でもそれ以上にエグい効果を狙ってるのよ。取り調べや交流が終わったら、家に帰るでしょ？そうだね。家じゃなくても、職場やレストラン、そういった場所で日常生活を送るね。そして時々、シュタージ本部で見たようなものを目にする。すると、そこで受けた苦痛を思い出してしまう。いや、シュタージの目線に立って言うなら、思い出してくれる。とでも言えばいいかな。いくら独裁国家といえども、西側との兼ね合いとかそういうしがらみがあって、反落者をバンバンやっていくわけにはいかないのよ。まあ好きな人にずっと自分のことを考えさせてると捉えることもできなくはないか？でも愛する相手に見られたくない書類を処分しようとするのは愛ゆえの行動なのか？何の話？ミールケ大臣の愛の告白から1ヶ月前にあたる1989年10月、彼はシュタージの資料を廃棄するように命令を出してたんだ。でもその企みはすぐに反対政派の人々にバレちゃって、各地のシュタージ支部は市民によって占拠された。彼らのおかげで資料の廃棄は防ぐことができ、シュタージ支配の細部が明らかになっていくんだ。一方、そういった資料によって東ドイツ時代にシュタージの非公式協力者だったことがバレて、職場や家庭の居場所をなくした人がいるのも事実。国民の間の愛情を破壊しておいて、自分を愛してるアピールして保身を図るのか。まあ人間なんてそういうものよ。シュタージエグいな。ともかく、シュタージの話はこれで終わり。最後のエピソードはこちら。ボロシーロフとマレンコフのキス。でもキス枠はブレジネフで埋まってるよ。ボロタンとマレタンには濃厚なストーリーがあるの。首脳会談で片っ端からキスしまくるだけの単細胞野郎とは一味違う。じゃあ聞かせてもらおうじゃないか。時は1953年3月5日。この日、同志スターリンが亡くなりました。当然、絶対的指導者亡き後のクレムリンでは壮絶な権力闘争が始まります。マレンコフが首相と書記長になってソ連の最高指導者になり、ベリアがソ連指導部のナンバー2として第一副首相と内務省大臣になります。マレンコフは9日間だけ最高指導者だった男。ベリアはロリコンの秘密警察長官として有名だな。話それるけど9日間だけ最高指導者だったことについても詳しく語っていい？いいよ。突然だけどマリサ、ソ連で事実上最も権力を握ってる組織は何だと思う？独裁者スターリンは書記長だったから、やっぱ党の書記局が一番強いんじゃないか？その通り、党の事務と人事を掌握する書記局は大きな権力を持ってるんだ。スターリンが亡くなった3月5日時点で
では、マレンコフは初期局のメンバーで、実質的には初期長レベルの力があった。だけど、当時のソ連指導部は集団指導体制を目指してたのよ。マレンコフが初期長として党を抑えて、首相として政府機関も抑えてるとなると、集団指導というよりマレンコフ独裁に見えるな。ということでスターリンが亡くなってから9日後の3月14日にマレンコフは初期局を去るのよ。これによって初期局はフルシチョフが抑えることになり、後に彼はマレンコフを追い詰めていくわけだけど、それはまだ先の話であって、初期局から去ってしばらくはまだマレンコフが主導権を握ってたんだ。つまり9日間というのは、単に初期局にいた日数をカウントしただけであって実質的に権力を握ってた期間とは一致しないわけか。そういうこと。では話を戻します。なんとか人事も決まって動き出したポストスターリン体制。トップに立ったのはマレンコフなんですが、ナンバー2のベリアが出しゃばって色々やり始めます。例えば、スターリン時代の粛清を見直して、当時粛清に関わってた人を失脚させた。元秘密警察長官のお前が言うなよって感じではあるけど、普通に良い政策じゃないか。そして、解任後の空白のポストにベリアの手下を送り込んだ。それに、スターリン時代に投獄された100万人の囚人を釈放した。これも良さそうに見えるけど、でも釈放されたのは政治犯ではなく刑事犯、つまりシンプルに強盗とか窃盗をして捕まった人たちだった。でもマリサが言うように、一見するとすごく良い政策ばかりだよね。まあそうだな。そこがベリアのうまいところだったんだよ。このまま好き勝手させてたらベリアは民衆の支持を背景に最高指導者までのし上がってしまう。今は優しい指導者に見えるけど、権力握った途端スターリン時代のような処刑執行人になるかもしれない。かといって失脚させようにも民衆受けが良いのはベリアだ。しかも厄介なことにベリアは内務省大臣としていろんな情報を握っていたし、クレムリンの政治家たちの身辺警護もやっていた。つまり最高指導者にさせたくないけど、それを阻止するのはめっちゃ難しい人物だったわけか。でもベリアが最高指導者になった話なんて聞いたことないぜ。そう、実はここから大楽天が始まるんです。民衆の心と強力な情報網を掌握してるベリアに勝てるルートが見えないんですがそれは。ベリア失脚劇は東ドイツから始まりました。スターリン死亡の前年、1952年から東ドイツでは強硬な社会主義化政策が進行中でした。しかし民衆は望んでもいない社会主義化に反発、暴動起きちゃう、東ドイツ壊れちゃう。クレムリンの連中もそう思ったようで、6月2日にウルブリヒトら東ドイツの指導部をモスクワに呼び出します。政策の失敗を責められてウルブリヒトの部屋は永遠の花びらになるんだ。誰もわかんないし伝わったとしてもキモすぎるネタやめてね。実は、この時のベリアは自分たちも間違えてたんだって感じで、激怒というほどでもなかったんだ。ベリアは当時のクレムリンで最も東ドイツ改革に熱心な男だったから、多分色々思うところはあっただろうけど、彼も一応社会人です。そして翌日、ウルブリヒトは改革案を提出します。でも改革案は不十分で、さすがに我慢できなくなったベリアはブチギレ、草案が書かれた書類をウルブリヒトに投げつけます。うわぁ、まあこのブチギレエピソードはあんま重要じゃなくて、大事なのは彼がクレムリンでも頭一つ抜けて東ドイツの改革に熱心だったことです。頭一つ抜けて、1953年6月17日、強硬な社会主義化、特にノルマ引き上げに対して東ベルリン暴動という大規模な反乱が発生します。ベリア以外のクレムリンの連中は震え上がりました。ベリアは平気なの？この暴動によって、皆は自分の改革案にすがってくるだろうと思ったらしい。だけど彼以外は皆動揺していた。暴動を引き起こした原因、責任者を探していたんだ。なるほど。この大失態はベリアの冒険主義的な改革路線にあるとすることで、ベリア排除の口実が得られるわけか。その通り、ここで積極的に動いたのがニキータ、フルシチョフ、後にこの権力闘争に勝利して最高指導者の座を得ることになる男だな。1953年6月25日、彼はまずマレンコフにベリア排除の計画を持ちかけました。少し逡巡した末、ベリア打倒を約束します。それからフルシチョフはいろんな人に根回しを行っていき、もちろんボロシーロフにも話を持ちかけました。入るぞ。どうも同志フルシチョフ、同志ベリアが言うも関連で新しい政策やるらしいっすよ。まあそうらしいね。ところでそのベリアについやほんと素晴らしいいてなんだけど。政治家ですよ彼は。もう偉大すぎる。同志ベリア万歳。マルクス、レーニン、スターリン。会話の最後は投稿者の想像ですが、フルシチョフが部屋に入って何も言わないうちに勝手にベリアを褒め出したのは事実です。ボロシーロフからしてみれば、ベリアのネットワークがどこまで広がってるかわかんないもんな。盗聴も怖いしね。ということでこの日はベリア排除の件を切り出せないまま部屋を後にします。翌朝、フルシチョフ陣営にいるマレンコフは再度ボロシーロフの説得に挑みます。入るベリア、同志マレンコフオスオス。ベリアについてなんだが、もしかして君も目覚めた？同志ベリアの素晴らしさに。いや一緒にベリア失脚させないか？同志マレンコフ。こうして、マレンコフの真意を知ったボロシーロフは嬉しさのあまり涙を流しながらキスしました。絶対に終わらないと思ってたベリア支配が終わるかもしれないと感じて、緊張の糸が切れたのかな。だから言ったろ、片っ端からキスしまくるだけの単細胞野郎とは違うんだ。クレムリンの血みどろの権力闘争の末に、涙を流しながらキスしてる。こういうしみじみとした方向の共産主義ネタもありかもしれんが、いかんせん背景説明が長すぎる。まあそうだね。ともかく、これで私が話したいことは全て話し終わった。なんかどの話も長すぎて、ネタとして常用するには不便な気がするけど、ソ連では車を買うの20年以上かかるって話も、ちゃんと深掘りすれば計画経済の欠陥やマルクスの経済理論といった難しい話になるんだし、史実をネタにするというのは本来こういうものよ。まあそんなもんか。それに結構話が脱線してるところも多いし、本当にネタの説明に使ってる時間は意外と少ないよ。ともかく今日はこれで終わり、良いお年をお迎えください。良いお年を。